身の両面ですよね。この皮の部分がねどうしても焼ききれてない、うまくこう倒れないように手でグッとねいい焼き色ついてますね。火加減もちょうどいいと思います。はい、というわけで今日もやっていきましょう。今回は鮭です。鮭の焼き方をちょっと僕なりの視点で解説しようと思うんですけど、基本的にスーパーで売ってますよね、切り身で。美味しく焼けた方がいいと思うんですよ。一手間はかかるんですけど、もしねこう美味しい焼き方っていうのを知ってたら普段の食事でもこう引き出しの一つとして使えると思うんで、そんな感じで普通に焼いちゃうであろう、普通に焼いちゃうであろうというか、あまり意識しないで焼くパターンとちょっと気を使って焼くパターンの2つに分けていこうと思います。いやー、このね切り身斜めに切ってるんですよね。これフランス料理とかやってる料理人の方だったら多分ほとんどが思うと思うんですけど、なぜ斜めに切ったっていうね、まっすぐに落としてくれればときっと思うと思います。はい、なんか長くなりそうなんで、まず未処理で焼いていこうと思います。基本的に強火でバッと焼いていく感じかなと。オリーブオイル、おそらくねこう一般的な焼き方としてはこう身の方から、身の両面ですよね。言ってもね魚なんでめっちゃ火は入りやすいですから、このまま焼き続けてたら普通に火入ってくると思うんですよね。30秒ぐらい焼いた感じですかね。ひっくり返します。なんかね香ばしい焼き色がついてて見た目には美味しそうですね。香ばしい感じで焼けてますね。もう30秒焼きましょうか。30秒。やっぱね強火で焼くっていうのはね全然いいんですけどね。鮭の特性というかこう個性的に半生でっていうのもねサーモンと違うんで、半生っていうのもちょっとリスクはあると思うんで、しっかり焼きたいんだけどしっとりは仕上げたいって思うんですよ。その時に、やっぱねこれだけの強火っていうのがどれだけ、しっとり感残せるかっていうとちょっとね曖昧ではあるんですけど、やっぱ強く焼けば焼くほど身も縮んでドリップというかね出やすかったりして水分も飛びやすいんで、僕がねやっぱ鮭でこう子供の時から思ってたのは、すごくこうやっぱパサパサしてるお魚っていう感じだったんですよね。パサついてるみたいな。あんま得意じゃなかったんですよ、子供の時鮭が。今はねテンション上がるんですけど、鮭食べれるってなったら、昔はもうやっぱパサついてる、あと臭みもあるみたいな、そういうお魚っていうイメージでしたね。お願いしましょう。いいっすね。もうこれ完璧な、これ以上はもう焼く必要ないですよね。この焼き色。引き上げます。焼く前にね、塩してないんで、最後ちょっと味付けで塩します。いただきます。火はね、しっかりと入ってますね。かなりしっかり。味はというと、意外とね、片面はこうカリッと焼けてて、ナイフ入れた感じも悪くないと思うんですけどね。普通に美味しいです。ただ強いて言えばやっぱりちょっとパサついてはいる感じはするかな、口の中で。美味しいんですけどね、欲を言えばみたいな。ただね、骨とかも処理してないから、やっぱちょっと食べた時にこうやって骨がね出てきたりとかして、気にしない人は気にしないですけどね。とやっぱこの皮の部分がねどうしても焼ききれてないところあるんで、でも無理もないっすよね。こう斜めにカットしてるから、ここをね皮をうまく焼くってちょっと難易度が高めっすよね。だからやっぱこうつい皮がしっかり焼けてないとね、皮避けたくはなるんですよね、こういう風に。個人的にはですよ。
あとやっぱ最後に塩をしてるからね、染み込み具合がちょっと物足りなさはあるかもしれない。あとこれ結構全然鮮度いいと思うんで、そこまで臭みは感じないですね。気になる人は気になるかなっていうぐらい。総じて全然これいいです。白米とね一緒に食べて醤油つけたりして美味しいと思います。さあ、じゃあ次は丁寧に処理して、気を使った焼き方ですね、していこうと思います。皮をしっかりと焼いていきたいんですよね。まっすぐカットしてくれてればね、もう綺麗にこうやってフライパンで寝かせて焼くことができるんですけど、普通斜めだからこう倒れるんですよね。だからそこはちょっと気を使って焼きたいと思います。で、スーパーで売ってるもの、皮を焼きたいときはやっぱ鱗がねちゃんと落ちてないことが割と多いんですよ。これだけねやっぱ残っちゃってるから、やっぱちょっと食感としては口の中に残る原因になっちゃうんで、取れる範囲で、あんまこれなんでしょうね、気にしすぎてシビアにずっとやってると永遠に終わらない病になっちゃうんで。で、この中骨ですよね、ここにね骨いるんですよ、小骨が。割とスッと取れるんで、こんな感じでこの太さで4本ぐらいありましたね。これをねやっぱ取ると安心して頬張れるんで。で、この鮭のやっぱ魚の臭みって言い切っちゃうのもね、なんかこう誤解が生まれたりするんで何とも言えないですけど、ちょっと割り切って臭みと言いましょう。で、この臭みがこの日本酒、少しお酒とか料理酒とかでいいんですけど、適量こうやってスプレーとかかけてなじませておくと臭み消えるんで、これはね結構おすすめですね。このスプレーでやるのいいっすよ、すごく。お酒用と僕オリーブオイル用の2つ持ってるんですけど、使いやすいです。で、この内臓が入ってた部分ですね、ここに内臓が本来だったら入ってるんですけど、ここのねこの油とか、こういうのもやっぱちょっと臭みの原因になったりもするんで、ここは落としちゃいます。綺麗に薄皮というかこう薄く削いでもいいんですけど、もうここまでいったらここは落としちゃっていいんじゃないかなと割り切ってお塩します。まんべんなくね全体にしますね。もう塩で味されてるやつとかもあるじゃないですか。だからああいうのはやっぱ塩しちゃうとめちゃくちゃしょっぱくなっちゃうんで、こうフレッシュのものに限ってですね、これでちょっとなじませましょう。だいたいそうですね、10分とかはこのまま置いて、日本酒もしっかりとこう馴染んでて、塩もこう身の深いところまで入って少しこう脱水してくるぐらいが一つの目安ですね。このままバットに置いておきます。さあ、ということで、だいたい10分ぐらいですね今染み込ませました。では日本酒も吹きかけてるし、塩もしたことによってやっぱ浸透圧で水分は、外に出ててこう結構ねしっとりしてるんで、一旦ここでペーパーでちゃんと水分は拭っておきます。で、このまま焼いていくんですけど、個人的におすすめしてるのが小麦粉だったり、そうですね、片栗粉とかこう皮目にちょっとまぶしてあげたりするとパリッと焼けると思うんですけど、なんかより良いなって思うのが、米粉ですね。米粉をまぶしてあげる。ちょっとこの手前に少しだけ振って、米粉はねやっぱすごいさっくり上がるんですよね、こう焼いた時に。でこう基本皮目でいいんですよ。この皮だけをバリッと焼くためにこういう風に。で、身の方はしっとり揚げたいからこのままでもいいんですけど、身の方ももちろんまぶして全然問題ないです。そこはこうお好みで米粉をまぶしてあげることで、身の方もこう表面が少しこうカチッとね焼き上がるというか。でまたこの米粉があることで焼いた時に身に直接ね思いっきり熱が伝わるのをちょっと軽くガードしてくれるっていう、そういう役割もあるんで、こんな感じで。とはいえね、特に重点的にまぶすのは皮の方かなっていう。はい、これで焼きます。基本的に焼く時のアイテムは変わらないかな。オリーブオイルだけでいいと思ってますね。で、ほんとスプレーとかでさっと全体に行き渡るぐらい。中火にして少しだけフライパンの温度上げておきます。
さっきとの違いはスタート強火じゃないっていうことですね。あまりにもこう高温すぎると火の通りもだいぶ早いし、強火で焼けば焼くほどやっぱ水分が抜けたりしてパサつきやすくなるっていうね。まず大事なのはやっぱ皮を焼くっていうね。なるべくこうパターンと倒れないようにうまく皮を焼くように狙う。ここはねやっぱちょっとね難しいですね。難しいっていうかちょっとつきっきりにならないといけないんですよ。フライパンの中に入れてしばらく放置とかやっぱそういうのではないから、ここの手間はありますね。であまり押し付けなくていいです。そこまで反り返ることもないので、魚によってはグッと反り返ったりするから、それをこう押さえつけるためには思いっきり上からプレスするっていうやり方もあるんですけど、これに関して言えばそんな必要はないかなと。この辺の油もしっかりとちょっと温度下げますね。中火でもさらにこうちょっと弱火寄りの中火、ちょっとオイル足して、あんまり温度がこれで高いとやっぱ米粉がね焦げちゃったりするんで、米粉もカリッと焼いて鮭の皮っていうのもこうしっかりとゆっくり熱を通すっていう、そんなイメージで焼きます。少しこうなんでしょうね、こっちに倒れそうになるんですよ。カットの仕方でそれをうまくこう倒れないように手でこうグッとね、倒れるのを防止するというか、かなりいい具合にね焼けてきてますね。皮がやっぱさっきと違ってまんべんなく焼けてる。もうちょっと焼きたいですね。もうちょっとよく出していきたい。だからこれ何枚かあったらもう全部こうくっつけて、例えば3枚とか家族によって3枚とか4枚だったらもう全部くっつけて、でグッと一気に焼いたりしてもいいと思います。もしくはその立てかける方式、こうフライパンのこの反り返りをうまく使って、この辺でほっとくとか、最初だけちょっとこう押さえて形がこうカチッと固まってくるまで管理は必要なんですけど、ある程度焼き固まってきたらもうこの立てかけ方式で放置しておくとか。枚数多く焼くときは特にねやっぱ便利ですね、こういうやり方は。ただデメリットも多少あって、やっぱフライパンのこの反り返りのところに身が当たったりするんで、想定しているよりもこう接地面に火が入っちゃったり、こっち側ですね、こっち側に火が入っちゃったりとか、細かく言うとそういうデメもあります。はい。そんな感じで皮ねだいぶバリッと焼けてきたと思うんで、あとは身をねさっと焼きますね。こんな感じでかなりいい焼き色ついてますね。でこっち側この両サイド身の方はやっぱ焼きすぎると水分が抜けたりパサつきやすいんで、ほんとちょっと米粉に火を入れるような感じで当てます。ほんとものの15秒とかで十分かなと。でまだねこう触って反り返りがポンと跳ねる感じがあるんで、火は入りすぎてないと思います。でこっちの腹面ですね、それもさっと火を通します。こんな感じでフライパンの反り返りとかうまく使って、あとはちょっと押してあげることでねこうフラットじゃないんで、はい、こんな感じですね。もう割とね火はね入ってきてます。一応これで確認しますね。入ってますね。OK です。いいじゃないですか。バリッとしてる感じが。ちょっと映像で伝わるかな。で、このまま食べてもいいんですけどね、やっぱこうやってちょっとペーパーで少し油を焼いた分取り除いてあげて、そこから食べるっていう。さっきとね負けず劣らず香ばしいんですよね。火加減は全然今回の方が弱いのに、やっぱね皮がバリッと焼けてるんですよね、こっちの方が。だから香りがねしっかりと立ってる。パリッとしてますね。いいっすね。見るからにむちゃくちゃレアとかじゃないんですけど、うっすらしっかり全体に火が入ってる感じ、いいんじゃないですかね。完璧だと思いますけど、これはねサーモンとかだったらもっとねガンガンレアに仕上げて美味しく食べれると思うんですけど、鮭なんでやっぱこれぐらいかなと。やっぱ違いますね。全然違うとは思う。身もしっとりしてる。これうまいな。日本酒とかでマスキングもされてるから、ほんと綺麗な香り
と下味の塩で旨味がギュッと引き出されてるんで、それらをね口に入れた時に満足感が違いますね。皮目の香ばしさがやっぱすごくいい。なんでこれぐらいねカリッと焼いてると楽しいですよね。ひと手間はあるんですけど、なんかこう包丁で切っても切ってて楽しいんですよね。こうバリっていう感じが口の中でねパサつく感じがないんで、スイスイ食べれちゃう。はい、ということで鮭の焼き方でした。もちろん最初に焼いた方っていうのが失敗とかでは全然なくて、あれはあれでいいですよね。身の方を両面しっかりと焼いて、香ばしいクラシカルな食べ方かなと。あとは魚焼きグリルとかにねこう入れて、ちゃんと火を入れ切るっていうやり方、それですごく良くて、こうほぐしたりとかして、お米とね一緒に食べたりとかもうすごく美味しいとは思いますが、よりこうなんでしょうね、違ったアプローチで鮭のねポテンシャルを楽しみたいっていうやり方の一つとして、何かの参考にしてもらえたらなと思います。全部をねやらなくてもいいと思うんですよ。日本酒マスキングしてとか何か一つ取り入れたりするだけでも結構違うとは思うんでね、やっぱり皮をね美味しく食べる魚の一つなんじゃないかなって僕は思ってるんですよね、鮭っていうのは。で身の方もやっぱ米粉をまぶしておくことによって比較的しっとりジューシーに仕上がるかなと思います。ただね生の鮭なんで火の入れ方には十分注意が必要かなと思ってます。そんな感じでぜひ参考にしてもらえたらと思います。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。